ちは、プロクライマーの原田海です。今日も土飛系にお願いして、こういう形で対談っていう感じになって、去年の、2019年の、ボルダリングシーズンの、代表選手の解説とまではいかないですけど、どういう人っていうのを紹介していきたいと思ってます。はい。選手よろしくお願いします。お願いします。選手のパーソナリティとかあんまり知らないファンの人も多いと思うので、お二人の視点でギリギリまで攻めていきたいなと思います。どっちかというと、みんなが知らないようなところを言っていければ、私生活面とか。そうですね。でも僕らどっちも結構年齢下の方なんで、印象は偏りそうですよね。多分同じ印象を持ってそうですよね。そうね。そういう意味ではパートですみんな大体そのまんまじゃない？確かに。人数でいくと何人ぐらいですか？去年の主なメンバー。10人弱。10人弱ぐらいですね。俺ら入れて。じゃあ、最初はじゃあそれぞれお互いの印象とかをちょっと聞きたいと思っていて、まず海君からドイツ選手についてはどうですか？めっちゃ恥ずかしいです。普通に本当に初めて会ったのはドフ系が中学生とかなんで、本当にその時の第一印象は、全然喋んなくて眼鏡でガリガリでみたいな、真っ白だし、オタクみたいな感じです。今はどうですか？今は全然、そういうオタクみたいなイメージはないですけど、真っ白なのは変わらないです。体調悪い時とか余計半端ないですね。ドフ系はでも、それこそこの19歳っていう年齢だとすげえしっかりしてるし、こう話してても全然アホだなって感じるところもないし、別に話しやすいですね。結構年下の中だったら一番話しやすいかな。めっちゃ恥ずかしいですね。って感じです。クライマーとしてはどうですか？クライマーとしてはもうユースの時代から結構ドフ系の特徴としてあったのが、本番にすごい強くて、練習とかだったらあんまり自分の力を出し切れてないように見えて、普通に強くないですよね、全然。でそう見えるけど、実際本番だとすごい2倍も3倍も強いように見えるし、本当の実力は多分そっちだと思うんですけど、自分の実力を本当に本番で発揮できる選手ですね。だから結構ユースの時から活躍してて、世界ユースとかも優勝してるんで、本番に強いっていうイメージです。じゃあギリギリエピソードありますか？ギリギリエピソードドフ系変なことしたかな。ドフ系あんましないもんね。いやでもポロッと出てるんですよね、多分すごいアホなとこが。一般常識抜け落ちてるとこたまに出ててめっちゃ恥ずかしいなって思うのはあります。あんまりでもいいのか悪いのかわかんないですけど、女っ気は全くないですよ。そうなんだ。全然ないです。そんなにゲイなんじゃないかと思う。点って YouTube やってて、本当にそれっぽくなっちゃったと思います、映像的には。でもジーパンはやっぱこだわりあるんですか？ジーパンっていうか、長ズボンにこだわりがあって、すり傷めっちゃできるんですよ、クライミングって。で特にこういう最近大きいホールドが増えてきたので、壁から飛び出してたりしてて、余計すりむいたりするのが競技中も気になるし、帰って風呂入った時とかすごい嫌なんで、それで長ズボン履いてて、たまたまジーパン履いて大会出た時に成績が良かったんですよ。それでメディアの人にすごい取り上げてもらって、そこから逆にジーパンをいただく機会が増えて、提供だったり紹介だったり、それで単純に家にあるズボンがジーパンばっかりになってきて、余計履くようになりました。女子系といったら長ズボン、半ズボン履いてたら違和感ありますよ、女子系が。たまに大会行った時とか長期間だと長ズボン代表ユニフォーム2本とかしかないんで、
選択のタイミングで練習の時に短パン履いてったりするんですよ。大体全員にキモって言われます。てか長ズボンと半ズボンで交換した。交換しました。俺長ズボン履かないんですよ、この大会の時に。だから交換し合ってるんです。ユニフォームを2枚2枚を4サイ枚ズ一緒だったんでですよ。すね毛めっちゃ生えてるとかではなく、いやでも生えてますよと恥ずかしいけどすみません、雑なボケですじゃあ続いて吉選手から見た海君について、なんていうんですかね、すごいいい意味で我が強いなっていう印象です。そのなんだろう、リスとかじゃなくて本当に芯がしっかりしてて自分を貫き通せるっていうのがすごい羨ましいなと思って、僕なんか特にいろんな先輩の意見とか聞いて流されちゃうことが多いんで、そういうのがあんまりなくて、でもその中で自分がいいと思ったものをすごいいろいろ試してるんですよ。例えば前回世界選手権優勝した時と今やってることって真逆だったりして、逆にその間にも多分5個以上食事だったり練習方法だったり試してることがあって、そんだけいろいろ試してずっと強いものっていうのは本当にすごいなって思います。やっぱ怖いじゃないですかなんか違うことするのって、それで躊躇しちゃうんですけど、芯があるのにいろいろ試せるっていいとこ取りだなって思いますね。はい、試したの5個なんかあげてますね。5個いやわかんないですけどでも、まあ、それこそ本当に世界選手権優勝してた時はめちゃくちゃ筋トレしてたし、もうやばかったよね。やばかったですね。もう前日とかにもやってましたもんね、試合の前日にやりすぎて他の海外のコーチとかに「お前バカか」みたいな言われて、まあ、それでも優勝できたんでその時はそれでよかったんですけど、もう本当に筋トレもめちゃくちゃやってたし、今全然やってないけどそうだし、まあ、食事も本当にささみとブロッコリー生活とかもやってたし、1日1食しか食べないとかもやってたし、まあ、やってて、まあ、でもそれをやんないと、まあ、今にたどり着けてない。だからまあその経験があるから、まあ、やるようにしてるんで、それがすごい、なんか全部を活かせてるんで、それがすごいな、なんか意味なかったことが全然ないなって思います。それでも1個、まあ、そのずっと強いって言ってたけど、それは、まあ、その多分他から見た場合とまあ自分では違くて、俺は結構浮き沈み激しいと思ってて、まあ、その中で、まあ、それがあっても、まあ、絶対上がるにはこれ、まあ、こう上がるよりは多分こうないと上がれないんで、まあ、その中でまあ自分とまあ他人が見てるところの差だと思うんですけど、まあ、あとあんまり弱いところ見せたくないんで人にそういう時あんま人と会わないですね1日1食が合わないって気づき始めた頃すごいへこんでましたよね。確か僕同部屋でその時違ったわね。ずっと言ってましたもん、やっぱこれダメだったかってそれでもまあ続けてたんですけど、しばらくはドヒ系も結構あるよね。いや、僕は流されてるだけですね。それこそ2018年シーズンで初めて入ったの、ワールドカップ全戦出てボルダリング全部予選落ちしたんですよ。1回も20位以内入れなくて、それがもうなんか悔しいっていうか悲しいみたいな感じで、でも今までのクライミング全部捨てて変えてやろうと思って、その時も書いてるんですよね、確かプロジェクトとか。それの全く同じことをするっていうと真似してたんですよ。でその時の俺がめちゃくちゃ筋トレしてる時期だったんで、急にそれやるじゃないですか。もちろんもう体ボロボロになって疲れるし、でも俺その時疲れてもやりゃいいと思うんですよもう毎日筋トレしてたんで、それをやって体もメンタルもボロボロになって死にかけてるところを野中美穂先輩に拾っていただいたんですね。あ、そうはいいいですか、それを知らなかった。それどういう？でもその全くタイプが違うのもやっぱ分かってるんで、それ本当に強くなれると思ってるの冷静に考えてみなよみたいな言われてバカなのくらいの勢いで言われて、もう泣きそうになりながら「はいすいません」っつってでやっぱ冷静に見直して、その、まあ、コーチの人とかいろいろ相談して、よくその1ヶ月後にユースオリンピック優勝できましたね。そう考えると1ヶ月もなかったの。3週間後くらいにそのユースオリンピックがあって優勝できたんですけど、メンタルボロボロな状態からなんとか持ち直せましたね。
変えた部分って何だったんですか？やっぱそのとりあえず練習をその自分の体の負担になる量までやらない。やっぱ落ちていくばっかりじゃないですか。ずっと疲れててもやるっていうのが、それが僕はカイ君はずっと続けてた部分があったんで、そのなんだろうな、カイ君がじゃあ半年くらい積み上げてきて到達したところにいきなり僕はここからやろうとしたんで、それで壊れてっちゃったんですよね。なんでまあこの辺から始めていくっていうので、やっぱ段階が必要だなっていうことで地道なトレーニングから始めましたね。カイ君の第一印象はそれこそちょっと怖かったですね、やっぱりさっきも話しましたけど、もう染めてたからね。そうですね。あとやっぱりその頃はそのなんて言ったらいいんだろうな、クライミングジムとかでは大人の人と登ることはあるんですけど、その20代の人とかとはあんまり逆に関わってなくて、同世代かもう3、40代の人としか関わってなかったんで、ちょっと上の先輩みたいな、だからいわゆる学校の先輩みたいな人がいなかったんで、そういう意味でもちょっと怖かったんですよね。1、2個上の人、その中でもダントツで怖かったです。なんかこう見た目とか、いや見た目とか、いやもう歩き方から怖かったんですけどでなんか歩き方がこうやって肩揺らして歩いてるみたいな。みたいな、もう極端に言えばなんていうか、まあそういうヤンキーとかを見たことなかったんで、逆にそのくらいのイメージだったんでしょう、当時の印象からすると。年ですね。そういう時期っすよ。世間を知らなかった時なんで。クライマーとしてのその能力じゃないけど、クライマーとしての原田海輝の能力てか最初見た時の俺の登りなんかあんま考えてねえかも。全然でもめっちゃ変わったなと思います、登りは。で結構本当に多分 1、2番を争うくらいの研究対象なんですよ、海君が。その代表メンバーの中で海君の登りをすごい参考にしていいところを盗もうってめっちゃ動画保存してるんですよ、実は。そのワールドカップの動画これあんまり言って怒られたかもしれないですけど、マジでゲイやん。その1個っていうか、まあ複数の iPad とかで監督が動画撮ってくれるんですよ、予選とか準決勝とかで、まあ、自分の動画を大体みんながこうもらっていくんですけど、この時にこっそりこう海君の動画とか友和君の動画とか、自分ができなかった課題できた課題こっそりダウンロードして違いとか見比べてました。そういうのは代表の特権ですよね。前線予選落ちしても出た甲斐があったなって思ったのはそのデータ集めでした。怒られそうだなって言ってると。いや別にいいっしょ。ありなのかどうかわかんないんですけど、すごい勉強になります。参考対象になっていくっていうのは、スタイルが近いからです。目指すべきスタイルだからっていう感じですかね。僕はやっぱり結構いろんな系統がいるんですけど、選手の中に海君とか心さんとかの系統を目指しているので、クライミング的にはそういう意味で自分にできてないことは何だろうなって見つける作業は一番海君が多かったですね。その系統でいくとどういう、あえて言語化するとどういう感じなんですか？バランスじゃね。俺が求めてるのはそう。だからまあゴリ押すタイプかこう綺麗に登るみたいなタイプかっていうとすごい自分たちをいいように言ってるみたいになるんですけど、やっぱり分かりやすく言うとアメリカ人野球選手とイチローみたいな。ああ、なるほど。めちゃくちゃ分かりやすい。全然野球知らないけど、多分分かると思います。テクニックでごまかしてなんとかこうパワーに勝ちたいなっていう感じです。ゴリゴリ筋トレしてた時の海君はある種その大リーガー目指してたみたいなことですか？まあでも実際マジでマッチョすぎて逆にそのバキバキになったら嬉しいじゃないですか、やっぱり。それもあったんですよね、実際。それはバキバキだったら強いみたいなとこあったんですよ。それとこうちゃんと体をコントロールできるのはまた別だったりします。その時はその時でそれが正解だったんで、間違いではないんですよ、絶対に。しかもやっぱそのベースがあるから今筋トレしなくてもっていうのももちろんあると思います。なんもない人がこっちをいきなり目指しても無理だと思います。それはだから結局
そのまあつながってますよね。そう本とかあるじゃないですか。で俺本あんま読まないんですけど、その理由っていうのはその人がその本で言ってたことにたどり着いたには、まあ、こう流れがあって、その流れを踏んでそこにたどり着いたからこそのその人だから、いきなりそれ真似しても別に意味ないんですよね。まあ、だから、まあ、そういう人の意見を参考にしないっていうのもそうだし、まあ、だから参考にするとしてもだから鵜呑みにはしなくて、自分に、まあ、合った形に変換したりしてやらないとあんまり意味ないかなって。今カイ君がずっと人の参考にしないって言ってるのも、あ、なるほどって言ってそれで参考にしないんじゃなくてっていう、俺も参考にしてた時期があったし、めちゃくちゃ真似してた時期もあったから、それを経て、まあ、俺はなんか意味ないっていうか、あんまりそっちの人じゃないかなって自分で思ったからそういう。なんならそれ見て参考にしなかったらカイ君は参考にしてるじゃんってなっちゃいますよね。おもろいっすね。答え、これもマジで答えないけど俺もだから今試してることだってあるし、山ほど今後の俺自分の目標です。そう2人のまあ大会もないですし、まあ、ある想定で話すなら僕はなんだろうな、さっきの五角形の話じゃないですけど、ずっと全部が強い選手になりたいんで、ワールドカップシーズン通して全戦決勝残るとか、そういう強さが欲しいですね。1回優勝できた満足っていう感じよりは年間がいいよね。そうですね、やっぱ年間優勝とか年間優勝が一番目標かな。連続とか、やっぱそういう継続した強さが安定した強さを目指していきたいなと思ってます。あと大会以外なら本当にこっちの方が多分目標なんだろうけど、俺自分が思った通りに全部を操りたいんですよ。そのクライミングだけじゃなくて動き的に体のが一番目標です。まあ、その中にこうワールドカップとかオリンピックとかもある、はい、クライミングもそうです。その動きがしたいっていうのがだからなんかこれなんだろうな、ヒールすればできるけど飛んで止めたいんだよなみたいなのがありますよね。そういうもう意地、はい、理想に向かって頑張るみたいな。もちろんそっちの方が辛いけど、はい、バカだなって思うけど、そこはもう意地っすね。はい、じゃあ番外編でプライベートはどうですか？プライベートこうしていきたいとか、何でも、まあ恋愛でもいいし。でも彼女作れってまあ俺人のこと言われへんけどそれはごめんなさい、本当になんとかしたいです。なんとかしたい。もう女子系に彼女がいるところを俺は見てみたい。いやめっちゃすげえ微笑ましいよ。女子系についに彼女ができたのかって言ってよ。いやだからこういうのがあるから余計になる余計になるんですよ。できてもちょっと言いづらいですね。いやだからもう絶対一瞬で広がるじゃないですか。それが嫌でなんかちょっとっていうのがありますね。女子系もモテるから選ぶんですよ。いやちょっとめっちゃ人聞き悪いな。選ぶんですよ人を。内定とかまだ10代ですもんね。ちょっとマジックまた始めたんですよ。マジかまた？トランプちょっとなんか本当に女子系なんか一人遊びがめっちゃ多くて、なんかすぐなんか新しいやつ持ってくるんですよ。なんかマジックとか中国語馬とかやってて、わざわざもあれですよね。リラーズかなんかで買いました。フランスでワールドカップ中になんか中国語も買ってめっちゃやってて一人で100均に売ってて、こうなんか暇だなと思って。だからそういうのをやるから彼女できる。いいじゃないですか。話のネタになるじゃないですか。知らんけど、したことないけど。いや、マジシャンになります。そしたら趣味の目標。
逆にマジシャンの彼女を作ってそっちマジシャン教えてもらうっていう。ああ、なるほど。クライミングさせますか。でもマジックできたらモテそうですね。確かに腹立つけどね絶対暴くもん。いや、なんかやっぱこう人をすごい選びます。やる内容とかバレやすいとか怪しい動きをするしないとか。カイ君にやるときはもうマジでバレないのだけを厳選してやりますね。暴くんですよ。お前そこ怪しいぞっつって、角度ずるないとか言われるんでうるさいな